スティコシア、酔いと夢の街。古き歌声は今も波間に響く。海の娘ヘレクトラ、海洋の火種を清める黄金英。暗流を払い天外の英雄に宴の旋律を奏でる。まだ閉幕の時ではない。希望が泡のように儚くとも波は前へと進み続けるのだ。今回の一手請求では深海の演奏者波音を奏でる剣士セイレンスに迫っていこう。生徒の騎士長であるセイレンスの人となりを深掘りすべく、彼女の直属の上司であり北境の帝王にして生徒の総帥、万民が見上げる征服者、博識な読書家、とにかく偉大なるカイザーケリドラさんをゲストとしてお招きした。ご多忙にもかかわらずお越しいただき誠に光栄だ。皇帝のご意向でこのスタジオまで輝いて見えるぞ。忙しいのを知っているのなら僕の時間を無駄にするな。それと媚びへつらう真似は今のうちにやめておけ。口先今日僕に軽蔑されるだけだぞ。口先？仰せの通りに。では早速本題に入るとしよう。セイレンスは虚無の運命を歩む物理属性のキャラクターだ。セイレーンの姫君だった頃、彼女は美しい歌声と演奏で知られ、貝でできたバイオリンで波の短足を奏でていた。それはまた鋭き刃でもある。血と炎に鍛えられればしなやかな楽器でも致命の武器となるのだ。雪葉今日血にまみれた悲鳴を聞いたことはあるか？死ぬほどいい音だろうな。添付により味方の攻撃が敵に命中した時、高確率でターゲットに風化、烈走、燃焼、感電状態のいずれか1種類を付与する。敵はターンが回ってくると状態に応じた持続ダメージを受ける。戦闘スキルでは高確率で敵全体の受けるダメージを一定ターンアップさせ、敵全体に物理属性ダメージを与える。通常攻撃では指定した敵単体に物理属性ダメージを与えるぞ。実に優雅な戦いぶりだ。さすがカイザーの剣気。ぜひ近くでその華麗な舞を見てみたいものだ。ほう、弁舌鏡も切られたいのか？いやそういう意味では。だが剣技の美しさだけでは剣気鏡の名は背負えない。そうカイザーの剣気になりたくば荒れ狂う波のような殺意を有していなければな。その通り。必殺技を発動するとセイレンスは結界を展開し、敵全体の攻撃力と防御力をダウンさせ物理属性ダメージを与える。奇跡覚醒後必殺技を発動した時に敵が持続ダメージ系デバフを持っていると、そのダメージを即座に発生させることができるぞ。また結界の中にいる敵は持続ダメージを1回受けるたびにセイレンスによる持続ダメージを追加で1回受けることになるぞ。剣気鏡がいる戦はいつも迅速に終わる。波のごとく戦場を一掃する手腕のおかげで面倒が省け、王たる僕は注力すべき事案に専念できている。カイザーの人を見る目には感服するばかりだ。別の奇跡覚醒後、セイレンスは戦闘開始時に必殺技と同じ効果の結界を展開する。さらに結界を展開するときに SP を1回復するぞ。秘技を発動すると前方へ移動する特殊領域を一定時間作り出す。特殊領域内に入った敵は推進状態を付与され、セイレンスを攻撃せず領域に追従する。推進状態の敵と戦闘に入った後、高確率で各敵に風化、烈走、燃焼、感電状態の中から2種類の状態を付与する。ではまとめだ。セイレンスは持続ダメージパーティーを大きく強化する。添付により敵は攻撃された時追加の持続ダメージ系デバフを付与される。結界内では敵が持続ダメージを1回受けるたびにセイレンスによる持続ダメージを追加で1回受ける。さらに戦闘スキルによる被ダメージアップ、結界による防御力ダウン、そして必殺技で持続ダメージを即座に発生させる効果が合わされば敵は持続ダメージの奈落に沈みただ滅びるのみとなる。
空論はここまでだ。騎士の剣の鋭さは敵の血でのみ証明されるもの。切り合いで剣気境の刃の進化を問うとしよう。視界鏡始めていいぞ。仰せのままに。セイレンスが秘技を発動し敵を推進状態に。そして攻撃を仕掛けて戦闘に突入。推進の効果で敵は戦闘に入るや否や持続ダメージ系デバフを2層付与された。奇跡の効果でセイレンスは戦闘突入時に結界を展開。敵の防御力と攻撃力がダウン。セイレンスが戦闘スキルを発動。敵全体に非ダメージアップと持続ダメージ系デバフを1層付与した。カフカがすかさず追加攻撃。結界内の敵は持続ダメージを1回受けるたびにセイレンスによる持続ダメージを追加で1回受ける。そのためカフカの追加攻撃で発生した持続ダメージがなんと20に。敵は反撃態勢だ。だがその結界内で動いていいのか。二重の持続ダメージで己の脆さを思い知れ。勢いに乗った味方が畳みかける。セイレンスの添付の効果で攻撃のために持続ダメージ系デバフを付与していく。カフカの戦闘スキルで敵の持続ダメージ系デバフが発生。結界の効果でダメージが二重になり敵1名はあえなく敗退。再びセイレンスのターン。戦闘スキルを発動した後 EP が満タンに。深海の重みを食らわせた。必殺技で持続ダメージが即発生。またもや敵退場。暫定は持続ダメージ系デバフまみれの上非ダメージアップと防御力ダウンまで付与されている。さて動く度胸はないに決まっている。持続ダメージの豪雨を浴びた敵は再起不能。大金きたか。いやはやセイレンスのような強い将を従えるカイザーにかかれば天下を取るなど造作もなさそうだ。この世は狭すぎる。エーグルに覆われた盤上で王になったところで所詮は井の中の蛙。星々を砕き銀河を制してこそカイザーの名にふさわしい。恐れながら確かに剣気境は軍を抜く強さを持ち軍も無敵を誇るが星厚きを手に入れるとなると顔が広くさまざまな勢力との間を取り持つ橋渡し役が必須かった。戦艦を有する同盟の将軍や銀河有数の天才宇宙一の賞金首なんかと戦略的協力をした者がいれば。ほう、金元教にそんな経歴があったのか。見抜かれるとはさすがのご敬願だな。お許しいただけるのならぜひともお仕えしたく。総環境や P40 教などの虚名のためではなくただ陛下のお役に立つことが私の本望。よかろう、我が戦機に従え。天外ではからかわれただ働きさせられ誘拐されることを戦略的協力と言い被害者を P40 や総監などと称するのか。珍妙な風習もあったものだなあ P40 教。そうだね。だがお前はもう僕に仕える身だ。臣下がからかわれただ働きさせられ誘拐されるのを見過ごすわけにはいかない。だから今日からお前は愛玩教だ。ありがたき幸せってあれ